読書は推し活。正直に言うと、見終わった後、私はちょっとモヤモヤした気持ちになりました。もし同じようにモヤモヤされた方がいらっしゃったら、ぜひ最後まで動画を見ていただけると嬉しいです。原作には映画では描かれなかったこの物語の本当の魅力がたくさんあります。フリーアトリエセイへようこそ、セイです。先日映画ブラックショーマンを見てきました。東野圭吾先生原作、福山雅治さん主演の話題のミステリー映画です。正直に言うと、見終わった後、私はちょっとモヤモヤした気持ちになりました。もし同じようにモヤモヤされた方がいらっしゃったら、ぜひ最後まで動画を見ていただけると嬉しいです。この動画では映画の良かった点と物足りなく感じた点をまずお話しして、その後で映画にモヤモヤを感じた方に向けて、原作小説を読んでほしい理由をお伝えできればと思います。原作には映画では描かれなかったこの物語の本当の魅力がたくさんあります。ぜひ最後までご視聴ください。以降はネタバレありで感想を話していきます。ネタバレなしで作品の内容を知りたい方は、以前公開した動画、原作小説、ブラックショーマンと名もなき町の殺人について語りたいお先にご視聴ください。概要欄にリンクを貼っておきます。では本題の感想です。まずは映画の良かったポイントから。配役が完璧。福山雅治さんの神尾武史有村架純さんのマヨ、この2人の組み合わせが本当にぴったりでした。福山さんは4ヶ月以上にわたるマジックの特訓をされたそうで、コインドールやパームというマジックの技術を予想以上の速さでマスターされたそうです。武史の悪い人なんだか、いい人なんだかわからない微妙な立ち回りが再現されていたと感じました。有村架純さんも父親を失った娘の複雑な心境を丁寧に演じられていて、マヨの感情が伝わってきました。また、私が特に印象的だったのは、マヨの中学生時代を演じられていた稲垣くるみさんです。声が可愛いなと思ったのと、中学生らしい純朴さがハマっていました。子役さんたちで言うと、釘宮役の柊木ひなたさんや、つくみ役の西浦慎之介さんも良かったですね。本当に役者さんは全員実力派揃いで、豪華だなと感じました。クライマックスのセリフ、前回の原作小説の感想動画で話したのですが、犯人の動機について私は秘密にしてくれと言えば栄一は渋々ながらもうなずいただろうにと思っていたんですよね。その気持ちを代弁するように、クライマックスの教室のシーンでマヨがそんなこともわからなかったと叫んでくれました。原作にはなかったこのセリフがトンと胸に響きました。ロケ地の美しさ。ロケ地は岐阜県郡上市八幡町、通称郡上八幡でした。夏の30日以上続く盆踊り、郡上踊りでも有名な場所だそうですが、ご存知でしょうか。北美濃の小京都と呼ばれるだけあって、秋の紅葉と街並みが映像映えしていました。原作小説では、源田美に頼らなくても、この街はきっと前を向いていけると明るい見通しではありますが、その設定に適した美しい景色だと感じました。劇中漫画、源の浦ビリース。原作小説では私の中の空想でしかなかった釘宮の漫画、源の浦ビリースの絵が実際に見られたことが嬉しかったです。とつのたかりでさんという実際の漫画家さんによって描かれた絵は最高でした。一瞬、主人公のレイモン寺東が私の想像より若くてあれとなったのですが、少年漫画なんだからそのくらいの年齢かとすぐに納得できました。とつのたかりでさんが作画を担当しているシリーズビューティフルという漫画が面白そうで気になっています。今まででお話ししたように良かった点ももちろんあったのですが、それ以上に見終わった後、物足りなさが胸に残りました。実は映画を見る前、原作小説の感想動画に視聴者さんからコメントをいただいていたんです。それが決して映画を絶賛しているものではなかったことから、あれ、原作と結構違うのかなと不安を感じていましたが、悪い予想は的中してしまいました。どんな点が物足りなく感じたのか、一つずつお話ししていきます。ただ一点先にお伝えしておきたいのが、決して関係者の方々を貶める気持ちはないということです。たくさんの関係者の方がいて、大変な苦労を重ねて公開日を迎えたことは容易に想像ができます。ただ個人的な原作を読んでいたからこそ感じた一視聴者の一意見として聞いていただければ幸いです。コロナ要素の欠如。原作では2021年3月という設定で、コロナ禍の状況が物語の重要な背景になっていました。最大の要素と言い切っていいほどです。観光業の打撃、テレワークによる生活の変化、移動制限、そうした社会情勢が登場人物たちの状況や行動に深く関わっていたんです。映画では2025年に物語の舞台が移ったことで、物語の核となるコロナの要素がほとんどカットされ、結果としてただのカレーエンターテインメント作品になってしまっていました。容疑者の多さの必然性がない。容疑者がたくさん登場する本作。映画の予告映像でも全員が嘘をついているという大胆なナレーションがついていました。しかし映画を見ただけではこんなに容疑者がいる理由が伝わってきませんでした。原作ではちゃんと一人一人に役割があったのですが、コロナという核を抜いてしまったことで役割のない登場人物がたくさん生まれてしまった印象です。
原作小説における登場人物一人一人の役割については、原作小説を読んでほしい理由のパートでお話ししますね。展開が急すぎる。映画の脚本は大きく分けて3つの要素でできていると言われています。今回の映画では最大の要素である父親殺しの犯人当てを主軸に、副次的な要素としてマヨと婚約者の関係と犯人のエピソードがあったと思います。ただ、それぞれが駆け足に感じられました。もちろん全て原作小説の中の重要な要素なのですが、それを2時間の映画に収めるのは少々無理があったように思いました。犯人のエピソードについては、原作者の東野先生から、犯人が誰かというミスディレクションに時間を割くよりは、犯行に至った経緯や犯人の心情をきちんと描いてほしいという要望があったそうです。映画全体の構成の中で犯人のエピソードがやけに長いなと感じたのですが、パンフレットを読んで納得しました。ただ、もう一つのマヨと婚約者の関係を入れる必要があったのかは疑問です。この要素が途中に挟まることで、父親殺しの犯人当ての流れが切れているように感じられました。原作の重要な要素ではあるものの、じっくり描ける小説から2時間に収めなければならない映画になった時に思い切ってカットし、その分他の要素を深掘りしてもよかったのかなと素人ながらに考えてしまいました。役者は素晴らしいがドラマ向き。福山さん、有村さんはもちろん、中村徹さん、成田瑠さん、生瀬勝久さん、木村崑さん、実力派の役者さんばかりで、皆さん本当にいい演技をされていました。しかしながら、テレビドラマ、もしくは配信ドラマとして見れば満足できたかも、というのが正直な感想です。以前、綾辻ゆきと先生の十角館の殺人がHuluオリジナルで映像化していましたが、あれは約45分のエピソードが5つあり、4時間で完結していたんですよね。あのくらいの分量があれば、満足できたかもしれませんが、映画として2時間の間に観客を引き込んで心を大きく動かすような訴えかける力はちょっと薄かったかなと感じました。冒頭マジックのインパクト不足。映画の冒頭に福山さん演じるたけしが昔ラスベガスで行っていたマジックショーの映像がありましたね。ただ、この冒頭のマジックで私はあまり引き込まれませんでした。これは映像作品とマジックの相性の問題だと思うんですが、映像作品だといくらでも映像をカットしてつなげられますよね。だから、舞台で生のマジックを見た時のようなすごいという感動がなかったんです。制作陣の方々が一番大変だったとおっしゃっていましたが、その苦労に見合う映像的なインパクトが少し足りなかった気がします。さて、ここまで映画の物足りなさをお話ししてきました。この物足りなさを解消してくれるのが原作小説です。映画と原作小説の違いも踏まえながら、原作小説を読んでほしい理由をお話ししていきます。コロナ禍の丁寧な描写。映画では物語の核となるコロナという要素がなくなっていたとお話ししました。原作では2021年3月という具体的な時代設定で、私たちが実際に体験したコロナ禍の現実がリアルに再現されています。読めば当時のことが思い出せるコロナの歴史書になっているんです。例えば、マヨの親友である桃子。彼女は原作ではコロナが原因で勤めていた会社が倒産、さらに夫がテレワークになったことが原因で夫との関係が悪化した人でした。コロナで失業をした人、家族がテレワークになったことで家で気を使わなければならなくなり、神経をすり減らした人はたくさんいらっしゃったと思います。そういう読者が共感できるキャラクターが桃子でした。しかし、映画では単に夫とうまくいかなくなり、別居している人になってしまっていました。被害者が東京で会っていたのが桃子の夫だったため、登場させざるを得なかったという事情もわかりますが、映画では何のために存在しているか曖昧になっていたことが残念でした。他にも、酒屋の原口はコロナにより居酒屋が休業もしくは時短営業、酒の注文も減り、商売が苦しくなった人です。このように容疑者が多いのにも、原作ではちゃんとした必然性があったんですよね。でも映画では、その背景事情が省かれてしまったから、単に怪しい人がたくさんいるという印象になってしまいました。コロナ関連で言うと唯一、建設会社副社長である柏木のコロナによって休止になった電鍋ハウスの穴を埋めるために、躍起になっている人という設定は原作と同じでしたね。ただこれもコロナ蔓延が始まった1年後の2021年が舞台だから成立する設定だと思うんですよね。映画の2025年という原鍋ハウス建設中止から5年も経ってなお、原鍋だけに固執しているというのは違和感を覚えてしまいます。そう考えると、やはり映画の最大の欠点は物語の時期を2021年から2025年に移したことのような、公開する年に合わせなきゃいけない理由が何かあったのでしょうか。2025年公開だとしても2021年の頃を描いてもいい気がするのですが、マスクをしなければいけなくなるからとかが理由なんかな。他にも、お通夜や葬式にマヨとタケシ以外の親族が現れない理由として、原作ではコロナで他県の人が来ることは歓迎されないから遠慮してもらうと語られています。ちょっとしたことですが、映画を見ただけでは、あれと違和感を抱くことが、原作小説ではきちんと語られているため、やはり映画でもやもやした方には原作を読んでいただきたいです。
514ページ vs2 時間の問題。原作は514ページという長さがあったからこそ、たくさんの謎があっても一つ一つ丁寧に整理できていたんです。でも映画では、その謎のほとんどを残そうとした結果、2時間という時間の中で消化しきれず、どちらかってしまった印象でした。原作では、調査、情報の整理という流れが何度も繰り返される構成で、たけしとマヨによる調査パートと、たけしの推理やマジックの種明かしのパートがとても丁寧に描かれています。そうした中で、たけしとマヨが初めて出会った日のエピソードだったり、たけしと被害者である兄とのストーリーが語られるから、どんどん登場人物たちが好きになっていきます。また、映画では気がついたら犯人が一人に絞られているという感じでしたが、原作では読者も一緒に謎解きを楽しめる構成になっていました。映画で犯人を知ってしまった分、ハラハラ感は薄れてしまうかもしれませんが、たけしやマヨのことをより深く知りたいという方は、小説がおすすめです。より深い人物描写の違い。映画化にあたり、東野先生が犯行に至った経緯や犯人の心情をきちんと描いてほしいと要望を出した理由は、原作を読めばわかる気がします。マヨの初恋話として少しずつ語られてきたつくみくんとの話が、犯人が分かった時から別の意味を持ち始めました。つくみくんのお見舞いに一緒に行ったことがあるマヨと釘宮、そんな過去を読者は知っているからこそ、そんな釘宮がマヨの父を、って考えるとやるせない気持ちになります。そして、物語の9割が進んだところで語られる釘宮視点のストーリー。彼の動機だけはコロナに関係がない普遍的なものであるという設定が好きだと前回の動画でもお話ししましたが、一度手にした栄光を手放せず、取り返しのつかない過ちを犯してしまう人間の悲しさが伝わってきます。このように小説では、より深く登場人物たちの心情を味わうことができます。映画、ブラックショーマンは確かに原作の魅力をすべて映像化することはできていなかったように感じます。しかし、福山雅治さんと有村架純さんの魅力、美しい色気地、派手なマジックな演出など、映画ならではの良さもたくさんありました。福山雅治さんは神尾武史というキャラクターにぴったりだったため、次回はぜひ映画ではなくドラマで見たいですね。映画にモヤモヤを感じた方は、原作小説、ブラックショーマンと名もなき街の殺人も読んでみてください。皆さんの映画の感想もコメント欄で募集しています。この動画が良かったなと思う方は、チャンネル登録とグッドボタンをお願いいたします。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。